今日は牛すじと大根と厚揚げの塩麹煮込みを作りたいと思います。牛すじをじっくり煮込んで、そこに大根と厚揚げを加えて、牛すじの旨味がたっぷり出たおつゆを大根と厚揚げに十二分に染み込ませて仕上げる一品です。牛すじは牛肉のアキレス腱やすねなど硬い部分なので、じっくり煮込む必要があります。臭みもあるので下処理が大切です。まずさっと洗ってたっぷりのお水とお鍋に入れて、火にかけて煮立ったらアクを取り除いて、ざるにあげて臭みを洗い流します。強めの中火にかけて煮立たせていきます。はい、10分ほど経って煮立ってきました。このように臭みのある茶色いアクや油が出てきているので、このぐらいふつふつ煮立ったらざるにあげてきれいにアクや油を洗い流します。アクと油をきれいに洗い流しました。これを一口大に切っていきます。鍋に牛すじを戻し入れます。そこに皮ごと薄切りにした生姜と縦半分に切って芽を取り除いて、まな板の上で木べらなどで押しつぶしたニンニクを加えます。そこにお酒、お水、火にかけます。強めの中火です。ふつふつ煮立ってきました。気になるアクがあれば取り除いてください。少し火を弱めて、くつくつする程度の火加減で蓋をして1時間半ほど煮込みます。もしこのように蒸気口みたいな穴が開いていない蓋であれば吹きこぼれてしまうので、少しずらしておいて煮込んでください。大根は皮ごと2センチ幅のいちょう切りにします。まず2センチ幅の輪切りにします。十字に切っていちょうの形にします。厚揚げは今日は絹の厚揚げを用意しました。普通の厚揚げよりも滑らかな食感なのでおすすめです。まず縦半分に切って2センチ幅に切ります。はい、1時間半ほど煮込みました。湯気に気をつけて蓋を開けてみます。ここで茹で汁が少なくなりすぎている場合はお水を足して調整してください。ここに調味料を加えていきます。みりん、薄口醤油、塩麹、塩麹を加えることで旨味をプラスするだけではなくて、牛すじをさらに柔らかくする効果もあります。ここに
大根を加えていきます。少し煮立つまで火を強めます。煮汁に沈めるようにして煮立ったらまた少し火を弱めてクツクツした状態で蓋をしてさらに20分ほど煮込みます。はい、煮立ってきました。少しまた気になるアクがあるので取り除きます。そしたら蓋をして20分ほど煮込みます。はい、20分ほど経ちました。再び蓋を開けてみます。ここに厚揚げも加えます。厚揚げも煮汁に沈めるようにしてまた煮立つまで少し火を強めます。はい、煮立ってきたら再び蓋をして火を少し弱めてクツクツした状態でさらに10分煮ます。はい、10分ほど経ったので蓋を開けます。厚揚げにもたっぷり煮汁が染み込んできています。少し火を強めます。このぐらいグツグツいっている火加減で2、30分煮ます。はい、30分経って少し煮詰まって色もぐっと濃くなってきています。大根も十分に柔らかくなっているのでここで火を止めます。すぐに食べられますが冷ましながら味を含ませるとぐっと美味しくなるので今日は粗熱が取れたら冷蔵庫に入れて一晩寝かしたいと思います。はい、一晩冷蔵庫で寝かせました。表面に見える白いものは牛すじの脂です。ここには旨味が入っているのでこのまま温め直していきますが、もしすっきりした仕上がりにしたいという人は取り除いてくれてもいいと思います。温め直してその時点で味を見て足りないようであれば薄口醤油、濃ければお水を足して調整してください。はい、温まりました。大根も牛すじもとても柔らかく煮上がっています。それでは器に盛っていただきましょう。今回はパクチーを乗せて七味唐辛子を振ってみたよ。万能ネギの小口切りや長ネギの小口切りもとっても合うよ。柔らかい牛すじとその旨味がじゅわっと染み込んだ大根と厚揚げをハフハフ頬張って温まってね。いっただきます。